はい、こんにちは、柴崎ですよ。ね、お元気ですか？そう、よかったね。もう秋も本格的になりましたね。いつも柴崎の動画を見て、たくさんのコメントと、そして高評価ね。本当にありがとう。もう柴崎もますます元気が出ます。もしよかったらね、チャンネル登録もよろしくお願いしますね。さて、今回のテーマはね、こちらなんですよ。はい。わかるかな？これです。ね。ペインティングナイフと言われるもんですね。今日はね、これだけで、これだけでね、アクリル画をちょっと描いてみたいと思います。では、じっくりご覧くださいね。また書き上がったらお会いしましょう。さあ、それではやってみましょうね。今日はね、このペインティングナイフ、描くよ。ね、ちょっと大きいのと小さいので描きます。はい。で、まず形描くね。鉛筆です。今日の絵はですね、坂道下っていった向こうの方にね、海があって、そして円形が見える、そんな絵です。で、使うのはこのアクリルガッシュですね。これ以前使ったことあるよね。はい。これだよね。忘れてた。絵の具買うの忘れてた。ない。色ないな。あれ。あれこんななかったっけ？あれもっとまだ少し残ってたと思ったけどな。あ、黄色あるね。赤もあるね。白がない。白は2本だけど、白全然ないな。あれ待ってください。じゃあこっちのリキテックスのアクリルはどうだ？これもないじゃないか。いや、もう一本あるからね、大丈夫。はい。じゃあこれで描いてみる。ない色はいらないよね。ある色だけで描くね。はい。それでナイフでこう塗り始めますよ。こういう動きです。ぐねぐねぐねっと。アクリルってね、本当に使いやすいんだよね。水でちょっとね、こう絵の具を柔らかくしてあげてね、伸ばしながら塗っていけばいいんだから。はい。で、そうだ。アクリル絵の具とアクリルガッシュはね、どう違うかっていうね、質問もあるでしょ。硬くなったらこうやって霧吹きでね、吹きかけます。基本的には同じなんですよ。アクリルガッシュはね、いわゆるアクリル絵の具よりもですね、顔料が多いんだよね。つまり色がしっかりしてるってわけです。それが証拠にね、一般的なアクリル絵の具っていうのはね、顔料がちょっと少ないですので、ちょっとこう透明感があるんですね。それはそれでまた味があるんですけど。だけど油絵風にね、ガシガシ描いていきたいあなたはね、この色のはっきりしたね、このアクリルガッシュをおすすめしますね。なんだって顔料が多いから色がしっかり出てくるんですね。はい。で、今回はナイフだけで描いてます。以前このナイフとね、指で描いてみせたと思うんですけども、今回はナイフだけです。どうしてナイフで絵描くかっていうとね、それはね、描きにくいからです。描きにくいからね、描くんですね。描きにくいとね、どういうことが起こるか。うまく描けないんですよね。うまく描けないのをわざと狙ってるんですね。そうなんですよ。筆でね、塗ると、もうね、もう思ったようにそこに形も再現できるしね、いけるんですけど、ほら見てください。柴崎塗ってるの結構苦労してるでしょ。ええ違うところに変な形で塗っちゃったりもあるんだよね、ナイフでやると。でもそれがね、面白いんですよ。近代の絵画はね、
印象派ですね。以降このナイフで描いてる絵って結構あるんですね。うん。それは古典的な絵ね、例えばモナリザみたいにね、こうつるっとしたね、ああいう絵とは全然違いますよね。いわゆるこの絵肌ね、このテクスチャーっていうね、こういうのがね生きてきて、この、ルオーの絵みたいにね、画面が凸凹になったりね、これがね味となってなかなかね面白いんですよ。どうです？柴崎ほらこうどんどん描いてるけど面白いでしょ。だからナイフで描くんですね。だからナイフのこの独特のね表現と味をねやっぱり生かして描くっていうやつですね。はい。もうちょっぴりしか残ってない白大切に使おうかな。でだから油絵的な、もう本当に自由にこれ描けるからね、このアクリルガッシュって。うん。だから、油絵的な考えで描くとすると、一般的には円形の方からとかですね。それから暗い色を先に明るい色を重ねるとかねっていうことはあるけども、しかしとにかく不透明感のしっかりしたね、色のしっかり出る絵の具だからね、もう描き方自由ね。しかもナイフだからそんな細かいことねこだわらなくて、バシバシ描いた方が面白い、ね、その両方の画材ですからね。こんな感じですよ。どうです？もうギュッとね思いっきりねナイフで描くぞみたいなね、アクリルガッシュだぞみたいなね、そういう表現ですね。はい。いつものちまちました繊細な表現をすっかり忘れてね、もうあなたもナイフとアクリルガッシュでね画面の上で爆発してみてくださいというわけなんですよ。はい。これ外でねスケッチなんかやるのもいいですね。この油絵なんかだとね外で描いても乾かないんでベタベタしてうちに持ってくるの大変なんだけどね、これはねすぐ乾きますから、むしろこう透明水彩のようなねスピードで乾くんですね。だからもう現場で描いてもうそのままもう画廊に展示本できるぐらいの、そういうねすごいハイスピードで制作できる画材なんですよ。色も綺麗でしょ。どうですこのナイフの味は。もうわざとこうナイフの味ガガッと描いたのを見せてあげようね。どうだポンポンと置く感じです。ほら楽しいでしょこれ。本当に面白いからぜひやってみてください。でこうパレットね、これ実はね変でしょ。これ実はここにねクリアファイルっていうのを下に置いてあるんですよ。はい。でないとね E0 にくっついちゃうからね、あなたも使ってみてください。はい。手元にあったいらないクリアファイルを使ってます。こんな細かいとこも痩せ我慢して無理やりナイフで描いてますよ。これが面白いんだよね。なんとなくできたかなみたいなね、そこがいいんですよ。はい、ここは日向と日陰ですね。日陰は冷たい色、日向は暖かい色で、その中にこの紅葉の葉っぱをねちょっと散らしてちょっと賑やかにしましょうね。はい。こんなとこほら、こんなとこ細かいとこ痩せ我慢して書いてます。いいですね。そうなんですよ。はい。さあだいぶできてきたぞ。じゃあ最後の痩せ我慢、ナイフで人物描くからね。人物見えたらいいな。はい、足描きましたよ。どうかな。でこれから頭描くからね。頭ちょっと頭に見える？
見えたかな。はい。では最後です。さすがにサインはね、ナイフでは書けないからね、筆で書いて、はい、よいしょっと。はい、これで出来上がりです。はい。ね、書き上がりました。どうだったかな。ペインティングナイフ。1本でもね、こうやって書けるんだよね。とっても面白いからね。もし、あなたもよかったら、書いてみてください。はい。ところでね、柴崎のね、主催するオンラインサロンのね、メンバーたちのグループ展がね、11月13日からね、6日間。この前柴崎が、やったね、個展と同じ画廊なんだけど、東京西新宿にあるね、ヒルトピアアートスクエアでね、行います。詳しい情報はね、この動画の概要欄にね、示してありますので、柴崎もできるだけ会場に行ってるからね、もうぜひ遊びに来てください。メンバーの方たちね、本当に頑張って描いたたくさんの絵をね、展示する予定になってます。それとですね、もう一つ、これもたびたび話してるんですけども、柴崎は月に1回ね、アートクレヨンによる教室を開いてます。これは、ペンテルさんのね、本社で教室があるんですよ。そこでやっています。もういろいろテーマを変えながらね、もう楽しく絵を描きますからね。もしご興味がありましたら、この動画のね、概要欄から、これもぜひ覗いてみてくださいね。会場でお会いしましょう。はい。ということで、今回も最後までね、長い時間見てくれてありがとう。今回は、このペインティングナイフだったんだけどね。また次回、違うテーマ、違う作品であなたとお会いしたいと思ってます。ね、寒くなってきたから、風邪ひかないようにね。はい。それではまたお会いしましょう。どうもありがとう。柴崎春道公式オンラインサロン、シバーツメンバー募集中だよ。シバーツなら YouTube では話せない柴崎の特別なライブ配信を月1でお届け。さらに専用のアプリでメンバー同士がいつでもつながって楽しくやり取りができる。もちろん柴崎も頻繁に書き込みやコメントを返しています。柴崎がリアルタイムで、水彩画の基礎をあなたに分かりやすく教えるオンライン水彩画講座。メンバーになると割引価格で受講いただけます。毎月柴崎から出されるお題でチャレンジするお絵描きの会。出来上がった作品は柴崎がオンラインで公表いたします。メンバーが一堂に会して楽しくおしゃべりできるオンライン交流会。毎回大盛り上がりで時間があっという間に経ってしまいます。さらに柴集メンバーなら柴崎に直接質問のし放題。オリジナルグッズも特別価格でご購入いただけます。そんな柴集のメンバーが先日銀座の画廊でグループ展を開催。たくさんのお客様にご来場いただき、素晴らしいイベントになりました。さあいかがでしたか。会社や学校、地元の人間関係とは異なるアートが大好き、描くことが大好き、そんな仲間が笑顔で集う場所、それがシバーツです。詳しくは概要欄をチェックしてね。